あいつ遅いな。お待たせ。あれ、楓は？コンビニ水買ってる。ごめんごめん、レジ混んでて。はい、カズマの分。よし、揃ったな。出発するよ。ヒロ君が送ってきた住所、この辺りなんだけど。この辺り懐かしいな。あ、ここだ。この一軒家。よう、わざわざ悪いな。へえ、なかなかいい家じゃん。だろだろ。本当に家買ったんだ。ローン組んだけどな。あれ、ここって。さあさあ、立ち話もなんだから中に入って。話は数年前に遡る。おいヒロ、この後ゲーセン寄らね？却下。僕ら今日は掃除当番だろ。マジかよ。俺のハイスコア更新が。悪いな二人とも。じゃあ俺先行ってるわ。いつもの公園で待ってる。あれは高校3年の春。おっせえな、あいつら掃除で何やってんだよ。ふと見上げると桜が風に舞っていた。満開だな。すげえ綺麗だ。野球ボールか。向こうで子供が頭を下げてる。ほらよっと。子供が帽子を取って一礼した。俺も軽く手を挙げて答える。ナイスコントロール。ええ。顔を上げると見覚えのある女子生徒が立っていた。あんな遠くまですごいね。あ、いや別に普通だよ。ふふ、桜綺麗だね。あ、満開だしな。散る時も綺麗だけど、やっぱり咲いてる時がいいな。なんだか不思議な子だ。じゃあね、ボール拾いのお兄さん。あ、彼女は言ってしまった。おいヒロ、待たせたな。どうしたのヒロ君、ぼーっとして。ああ、なんでもねえよ。なんだよ、ニヤニヤしやがって。なんかいいことでもあったんか？別に何もねえって。あの日からだ。教室の窓際、廊下の向こう、なんとなく目で追うようになった。でさ、昨日のテレビがさ、あの芸人マジでヤバくて。はいはい、声が大きいよカズマ。友人のバカ話を聞き流しながら視線はよそへ。ちょっとルカ、また教科書忘れたの？えへへ、ごめん楓ちゃん。机に入れっぱなしでさ。もうしっかりしてよ。次は移動教室だよ。はーい、行こう行こう。ルカ。名前だけ知ってそれ以上踏み込むこともなく、季節は巡り秋。なあ見たかよ、昨日の番組。あのアイドル絶対俺に気がある。画面越しの相手に病院行くなら付き合うよ。相変わらずのバカ話、平和な日常。あの日と同じいつもの公園。ボールが転がってくるいつかと同じだ。向こうで子供が頭を下げてる。はいはい、任せろ。子供が笑顔で手を振った。俺も軽く会釈する。ふふ、やっぱり上手だね。ええ。ベンチの木陰、あの子だ。あ、君は？春にも見たよ、そのボール返すやつ。そっか。じゃあまたね、ボール拾いのお兄さん。おう、またな。遠ざかる背中を見送りながら俺は小さく息を吐いた。文化祭まであと2週間。はーい、みんな席について。クラスの出し物を決めるよ。提案がある。お、シュウくん。なーに？プラネタリウムだ。教室の遮光率は計算済みだよ。はあ、
星なんて部屋で見てもつまんねえだろ。甘いなカズマ。恒星の配置ロジックを完璧に再現すればそこは宇宙になるんだ。出たよ、シュウの変なこだわり。へえ、すごい。シュウくん自信あるんだね。ああ、僕に任せてくれれば完璧さ。いいじゃない。星空カフェとかどう？暗い教室でおしゃれなドリンク出すの。じゃあ決定。ヒロくん、副リーダー頼める？俺まあいいけど。助かる。個性派揃いで大変そうだし。こうして5人が実行委員に決まっ腹減った。なあ、ラーメン食ってかね。ダメ。買い出し終わってからよ。鬼、悪魔、楓様。計算通りだ。俺の胃袋は限界だ。あはは、カズマくん、シュウくんの真似。似てた。ルカちゃんは分かってるね。ふふ、面白い。カズマくんがいると飽きないね。まったく男子は。ヒロくん、リストの確認いい？ああ、電球と暗幕だろ。予算は足りそうか。ギリギリかな。しっかり管理お願いね。了解。楓、意外と心配性だな。うおー、すげえ。このフレームレート見ろよ。新作のデビルストライカー体験版じゃんか。わあ、すごい迫力。敵がいっぱい出てくるね。だろ、ルカちゃん。ちょっとだけ、一回だけ。よーし、ボス戦だ。最強の悪魔かかってこい。なんか背中が寒気がするような。背後に楓が無言で立つ。強烈なプレッシャー。カズマ恐る恐る振り返り、仁王立ちの楓と目が合う。出たー、デビルストライカー。誰がデビルよ。いやー、ストライク。そこにストライクしないで。ダメ。計算通りだ。俺のライフはもうゼロよ。あはは、ダメだ。この電球じゃ色温度が低い。色温度、明るさとは違うの？星の鋭い光には4000ケルビンが必要なんだ。へえ、細かいんだね。シュウくんって物知り。まあね。おいおい巨匠、どれも一緒だろ。電球なんて。全然違う。お客さんに偽物は見せない。へいへい、お前の本気信じてやるよ。それから1週間、文化祭3日前。うわ、ペンキ垂れた。動くなカズマ。ドームの強度が落ちる。顔についたんだって。ああ、もう最悪。あはは、カズマくんすごい顔。ほら、タオルどうぞ。おう、サンキュールカちゃん。優しさがしみるわ。そのタオル、昨日トイレ掃除で使用してた雑巾。俺は言いかけてやめた。はいはい、お疲れ様。みんなジュース買ってきたよ。お、ナイスタイミング。ありがとう楓。どういたしまして。やっと形になったね。ああ、楓がまとめてくれたおかげだ。ヒロくんが支えてくれたからよ。本番楽しみだね。段ボールとペンキの匂い、連日の作業で体は重い。でもこの一体感が心地よかった。そして文化祭前日、完成したドームの中。ヒロくん、ここ最後の一つお願い。オッケー。千枚同士を突き刺す。ふう、これで全部か。お疲れ様。長かったね。あおーい、準備いい。点灯式やるよ。最終チェック完了。行くよ。3、2、1、点灯。息を飲んだ。言葉が出なかった。すっげえ、マジかよこれ。計算通りだ。いや、それ以上かな。すごい。天井に広がる満天の星々。そして文化祭当日。
いらっしゃいませ。星空カフェはこちら。ちょっとカズマ、受付混みすぎだよ。嬉しい悲鳴ってやつだろ。ほら、ドームへご案内。みんなで頑張った甲斐あって中は満員。いらっしゃいませ。銀河の果てまで行っちゃうよ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。3年2組特製星空カフェだぜ。あちゃあ、予想以上のハイペースね。どうした楓、なんかトラブルか？ガムシロップとシュガーが切れそうなの。誰かに買い出し頼みたいんだけど。はーい、私行く。ちょっと外の空気吸いたいし。ヒロ君もお願いできる。結構な量になるから荷物持ちが必要なの。ああ、了解。俺が行くよ。助かるわ。急ぎじゃないからゆっくり休憩してきていいわよ。ほら、外はカズマがうるさいし、今のうちに避難。了解。じゃあ行ってきます。俺たちは喧騒から逃れるように校門を後にし、秋風が吹き抜ける通学路を歩いた。向かったのは学校から歩いて5分ほどのコンビニだ。あった、ガムシロとシュガー。これだね。お、サンキュー。意外と量あるな。わあ、見てヒロくん、新作のスイーツ出てる。おいおい、買い出しがメインだぞ。だって甘いものは別腹だもん。たく、それより腹減らないか？朝から動きっぱなしだし、なんか腹に入れないと倒れるぞ。あ、言われてみればお腹ペコペコかも。だろ？おにぎり買ってこうぜ。賛成。私ツナマヨがいい。はいはい、俺は鮭にするかな。あと温かいお茶。外結構冷えるしな。さすがヒロくん、気が利く。じゃあレジ行こ店を出た俺たちは少し歩いて近くの公園のベンチに腰を下ろした。う。ねえヒロくん、ここ私たちが初めて話した場所だよね。ああ、そうだな。春のちょうどあのベンチだ。ふふ、あの時は桜がすっごく綺麗だったな。今はすっかり秋の風になっちまったけどな。あれからもう半年も経つんだね。あっという間だな。なんだかずっと昔のことみたいだ。ふう、生き返るな。おにぎりおいしいね。まさかこんなに客が来るとは思わなかったよ。シュウくんのプラネタリウム本格的だもんね。カズマくんの呼び込みもなんだかんだ効果あるし。あいつただ騒ぎたいだけだろ。あー、祭りが終わっちゃうな。これが終わったら次は期末テストか。うわ、やめろよ。一気に現実に引き戻すな。とか言ってるけど、ヒロくんテストくらい余裕かな。そんなことないよ。勉強とかしてないし。嘘だ。シュウくんたちより順位上だったじゃん。あれは今回シュウが山外しただけだって。カズマはまあ何も言うまい。ヒロくんはさ、進路どうするか決めた？俺は就職かな。早く自立したいし。頭いいのにもったいないよ。ルカは？私はね、県外の学校に行こうと思ってる。県外？遠くに行っちゃうんだ。父さんの仕事の関係もあるんだけど。卒業したらもう会えない。なんか寂しくなるな。その前にさ、冬休みあるだろ。その終業式の後とか予定空いてたりする？特に予定はないけど。だったらさ、隣町のショッピングモール行かないか？イルミネーションすげえ綺麗らしいし。行きたい。すっごく行きたい。よかった。じゃあ決まりな。やったー、楽しみ増えちゃった。さあそろそろ戻ろう。楓ちゃん待ってるし。おう。冷え込んできた空気を肌に感じながら俺たちは学校への坂道を戻った。ただいま。頼まれたもの
買ってきたぞ。おかえりなさい。ナイスタイミングよ。おい遅えぞ。行列が廊下まで伸びてんだ。次の回始まるよ。2人ともスタンバイ頼むよ。俺たちは再び熱気の中へと飛び込んだ。そして長い一日が幕を閉じた。星空カフェは大盛況のうちに終了。こうして高校生活最後の文化祭が幕を閉じた。12月、終業式が終わった日の午後、俺は学校から少し離れた大通りの交差点で白い息を吐きながら立っていた。隣町の大型ショッピングモールへ行くための待ち合わせ。学校から直接一緒に行くのはなんとなく照れくさかったんだ。でもなんか落ち着かねえな。ヒロくん、お待たせ。遅いぞ。ふふ、待ってる時間もデートのうちでしょ。ほら早くバス停行こう。少し冷えた彼女の手が俺の袖を引く。本当は待ってる時間すら悪くなかったなんて絶対に言えない。暖房の効いたバスに揺られ、隣町の大型ショッピングモールに到着した。あったかい。生き返るね。そういえばヒロくん、期末テストどうだった？私数学が赤点ギリギリでさ。俺はまあ普通。シュウがまた山外して沈没してたけどな。あはは、シュウくん前回も外してたよね。もはや恒例行事じゃん。カズマはそもそもテスト期間中ずっと寝てたから論外だし、楓なんか今回も学年トップクラスらしいぞ。楓ちゃんすごいよね。あの3人でいるといつも楽しそうだよね。ふふ、まあ腐れ縁みたいなもんだからな。お前もいつも友達に囲まれてて楽しそうじゃん。毎日すっごく楽しいよ。でもふふ、今日はヒロくんと2人だからもっと楽しいかも。ああ、もうほら早く行くぞ。置いてくからな。ああ、ヒロくん見て。あのクレーンゲーム、リリとララのキーホルダーあるよ。ほんとだ。ルカ、ああいうの欲しいの？絶対欲しい。ヒロくん取って。わあ、俺あんまりそういうの得意じゃ。それに今月お小遣いピンチなんだよ。ええ、そこをなんとかお願い。わかったよ。ちょっとだけだぞ。500円だけだからな。結果から言うと1000円札が数枚消えた頃、俺の手には2つのキーホルダーが握られていた。昼飯代終わったな。やったー、ヒロくんすごい。これ2つ取れちゃったけど。じゃあリリは私がもらうね。はい、ララはヒロくんの。俺もカバンにつけるの？お揃いの方がいいでしょ。あ、ねえねえ、この誕生日キーホルダーかわいい。私2月24日だからあった。へえ、ルカって2月なんだ。俺は1月25日。1月なの？じゃあもうすぐじゃん。ふふ、そっか。ヒロくんの方がお兄さんなんだね。なんだよそれ。外に出るとすっかり日が落ちていた。そしてモールの前の広場はいつの間にか冬の魔法にかけられていた。わあ、ヒロくん見て。すげえ。広場の木が全部金色の光で埋め尽くされてる。あっちの時計塔のところも青と白の光が雪みたいに降ってきてるよ。ほんとだ。噴水の水面にも光が反射してこんなにすごいなんて知らなかった。ヒロくんと見られてよかった。えへへ。バカ、じっと見んなよ。あはは、顔赤いよ。ねえヒロくん、ちょっと並んで。なんだよそのカメラ。チェキだよ。お父さんの借りてきたの。この光のアーチの下で
一緒に撮ろう。おい、急に近寄るなよ。行くよ。はいチーズ。まだ真っ白だね。早く浮かび上がってこないかな。焦るなよ。あ、ほら、だんだん見えてきた。ほんとだ。ああ、ヒロくんすごい顔こわばってる。うるさいな、急に撮るからだろ。ふふ。でもイルミネーションも綺麗に写ってる。この写真私がもらってもいい？別にいいけど。やった。大切にするね。あのさ、ヒロくん、初詣一緒に行かない？ああ、行きたい。よし、じゃあ元旦の夜、駅前の猫の銅像んとこで待ち合わせね。おう、約束な。年が明けた冬休みの間、俺はずっとララのキーホルダーを引き出しの奥にしまったままにしていた。見るたびになんか落ち着かない気持ちになるから。元旦の夜、駅前の猫の銅像前、ルカから初詣一緒に行こうって誘われた。断る理由もなかった。華やかな振袖姿のあいつを見て思わず足を止めてしまった。ヒロくん遅い。猫ちゃんがもう凍えそうだよ。俺は時間通りだ。お前が早すぎるんだろ。初詣は気合い入れてくるものでしょ。で、私に何か言うことない？あ、いや、すごく似合ってるというか、綺麗だぞ。よろしい。さあ行こ境内に入ると人の波がすごかった。ルカが何か言ってるのに周りの声に全部かき消されて聞こえない。人すごいね。はぐれちゃいそう。おい、あんまり離れんなよ。迷子になったら嫌だから。気づいたらルカの小さな手が俺の袖をぎゅっと掴んでいた。俺は何も言わずにその手をちゃんと握り返した。小さくて冷たくて、なのになんでこんなに胸が苦しいんだろう。ヒロくん何お願いしたの？秘密。お前は。ずるい。私は教えてあげたのに。お前は自分から言ったんだろ。美味しいケーキがいっぱい食べられますようにだっけ？ちょっとそれだけじゃないもん。もう一つあるんだけど、秘密。もうねえ、今年もよろしくね。ああ、よろしく。あ、ねえヒロくん見て。あっちにりんご飴の屋台ある。じゃがバターも。お前、今ケーキがいっぱい食べられますようにって祈ったばっかなのにまだ食うのかよ。神様にお願いしたからには早速実行しないとでしょ。甘いものは別腹だし。理屈がむちゃくちゃだろ。ヒロくんもなんか食べる？私たこ焼きも食べたいな。半分こしよ。ああ、お腹壊しても知らないからな。呆れながらも嬉しそうに屋台を覗き込むルカの横顔からなんとなく目が離せなかった。初詣の帰り道、隣を歩くあいつの歩幅がやけにゆっくりに感じた。また学校でね、そう言って笑う顔を見ていると、春には遠くへ行ってしまうなんて悪い冗談みたいに思えてくる。この当たり前の日常がずっと続くって、そう錯覚したかったんだ。3学期が始まった。特に何かが変わったわけじゃない。いつもの教室でいつものメンバーとくだらない話をする。あ、冬休み短すぎ。永遠にこたつで寝てたかった。お前は年中寝てるだろ。楓はどうせずっと本読んでたんだろ。ふふ、正解。暖かい部屋で読むミステリーは最高だからね。カズマたちはどこか遊びに行ったの？俺とシュウは初売りのゲーム屋に並んだぜ。ヒロは冬休み何してた？いや、俺は別に特に何も。
なんか挙動不審だな。ルカちゃんはどこか出かけた？私はね、秘密。なんだよそれ、教えろよ。みんなといる時は相変わらずだ。ただ気づいたら放課後にルカと並んで帰ることが増えていた。大した話をするわけじゃない。学食の限定パンが売り切れてたとか、カズマがまた居眠りして廊下に立たされたとか、そういう話。それでもなんで足が重くなるんだろう。学校から少し離れた交差点に近づくたびに、今日の数学意味わかんなかった。ヒロくんは？俺は普通に解けたけど。今度教えてよ。シュウくんは教えてくれないし、楓ちゃんは頭良すぎて次元が違うんだもん。まあいいけど。やった。じゃあ絶対ね、約束。別に大げさにするな。ヒロくんって優しいくせに素直じゃないよね。うるさい。交差点に着くといつもルカが「じゃあね」って言って反対側の道へ消えていく。俺はその背中が見えなくなるまでなんとなくその場に立ってた。なんとなくね。1月25日、俺の誕生日。自分で言うのもなんだが特に好きな日じゃない。毎年静かに終わる。今日もいつもの交差点で別れるはずだった。ヒロくん、ちょっと待って。どうした？はい。なんだこれ。誕生日プレゼント。覚えてたよ、ちゃんと。なんで知って？あ、この前の雑貨屋か。秘密。開けてみて。小さな紙袋の中に手袋が入っていた。地味だけど暖かそうな紺色の。なんで手袋？冬なのにいっつも手赤くしてるじゃん。寒そうで見てられなかったから。それにカバンにはちゃんとお揃いのキーホルダーつけてくれてるね。うるさい。たまたまだ。何でもない一言のはずなのに俺はうまく返事ができなかった。ありがとう。大切に使う。素直に言えるじゃん。1回だけだ。十分だよ。じゃあね、ヒロくん、お誕生日おめでとう。ルカの足音が遠ざかっていく。俺はもらったばかりの手袋をそのまま両手にはめた。暖かかった。それだけなのになんか笑えてきた。3年生の2月は静かに終わっていく時間だった。学校に行くのはもう週に1度の登校日だけ。それ以外の日はただ家にいた。春を待ちながら、何かを待ちながら。最初にルカが来なかったと浮び、俺はそこまで気にしていなかった。引っ越しの準備で忙しいんだろう、そのくらいに思っていた。そういえばルカちゃん、今日も休みかよ。皆勤賞狙ってたのにな。さあ、連絡取れてるやついるか？私も全然。先週から急に来なくなったよね。ただの風邪だろ、あいつのことだし。誰も理由を知らない。それが少し引っかかった。次の登校日もルカはいなかった。教室のいつもルカが座っていた席、誰もいない椅子を見るたびに胸の中に小さな石が積み上がっていくような重さがあった。ルカの誕生日は2月24日。俺には一つ気になっていることがあった。1月の俺の誕生日にあんなものをもらったんだから、お返しのプレゼントを渡したかった。でも何を買えばいいか決められなくて、決めようとするたびにルカの顔が思い浮かんで、逆に何も選べなくなっていた。誕生日まであと10日を切った夜、俺は意を決して固定電話の前に座り込んだ。この時代、連絡を取る手段は電話か直接会いに行くか、それだけだった。携帯電話もメールも何もない。連絡網で調べた番号を慎重に押す。親が出たらなんて言おうとか、
くだらないことばかりが頭をぐるぐる回る。発信音が鳴るのを息を止めて待った。一瞬かけ間違えたと思った。もう一度番号を確認してもう一度かけた。使われていない。受話器を持ったまましばらく動けなかった。使われていない。その言葉の意味を頭が理解するのに時間がかかった。解約という言葉が浮かんだ。引っ越し、準備、そういう言葉が一個ずつゆっくりとつながっていった。そうか、もう引っ越しの準備が始まってるんだ。だから電話も解約したんだ。それだけのことだ。それだけのことなのに、なんでこんなに息が詰まるんだろう。学校に来ない。電話もつながらない。連絡を取る方法が何一つ残っていなかった。直接家に行けばいいと頭では分かっていた。でも突然押しかけるのは違う気がした。引っ越しの準備で忙しいところにプレゼントを持っていくのが正しいのか。迷えば迷うほど分からなくなった。受話器を下ろす俺の両手にはもらった紺色の手袋がはめられていた。あんなに暖かかったのに今はひどく冷たく感じる。焦ってると自分でも分かっていた。でも焦ったところで何もできなかった。このまま卒業式にも来ないのか。だとしたら俺たちはこのままずっと顔も見られないまま終わってしまうのか。部屋の天井を見上げるといつかの下校中の会話がよみがえってきた。もうすぐ卒業だな。あっという間だった。ちょっと寂しくなるね。そうだな。毎日会えなくなるし。でもね、桜が咲くのはすごく楽しみにしてるんだ。桜、ああ、春になれば咲くけど。ふふ、覚えてない。私とヒロくんが初めて話した時のこと。あの公園の桜の木の下だろ。そう、満開の桜の下でヒロくんポツンと座ってたよね。ポツンとはなんだよ。ただ桜を見てただけだって。あはは、ごめんごめん。でもあの時の桜本当に綺麗だった。卒業してもまた2人であの桜見に行きたいな。ああ、そうだな。絶対って約束したのに。まさかあの後あんなに長く会えなくなるなんて思わなかった。答えの出ない不安だけが胸の奥で黒く膨れ上がっていく。2月はゆっくりと確実に過ぎていった。とうとう卒業式の日がやってきた。久しぶりに登校してきたルカの周りには楓たちがあっという間に集まり、賑やかな人だかりができていた。ルカ、ずっと休みだったからみんなでめっちゃ心配したんだよ。ごめんね、楓ちゃん。ちょっとバタバタしてて。楽しそうに笑うルカ。俺は遠くから見つめることしかできない。あんなに人に囲まれてちゃ声なんてかけられないよな。だけどその後、彼女は廊下の角でカズマと親しげに話し込んでいた。なんでカズマと声をかけようとして足が止まった。避けられてるのかと2月ずっと考えてた。踏み込めるわけがない。そうして俺の頭に入らないまま卒業式は終わってしまった。いや、ルカちゃんに告白したけどやんわりと断られたぜ。わあ、お前さっきのあれ告白してたのかよ。おお、まあ思いは伝えられたし、じゃ俺は帰るわ。カズマのやつすげえな。それに比べて俺はどうする。下駄箱で一人で立っているルカを見つけた。今しかない。あのさ。あ、ヒロくん、卒業おめでとおう、一緒に帰れる。う。いいよ。最後の学校からの帰り道、二人並んで歩いているのに会話がない。結局気の利いた言葉もかけられないまま
いつも別れる交差点まで来てしまった。今日で最後だから家まで送っていくよ。ありがとう。いつもなら別れる交差点を今日は2人で並んで歩いていく。初めて歩くあいつの家までの道、少しだけ2人の距離が近くて、この時間がずっと続けばいいのに、そんな願いも虚しく。ここ私の家だから、せっかくだから上がってお茶くらい出すからさ。初めて入る君の部屋、段ボール箱がいくつか積まれていた。本当に行くんだ。もうすぐここにいなくなる。なあ、2月ずっと休んでたけど、なんで連絡くれなかったんだよ。あ、ごめんね。引っ越しの手続きで地元にいなくて。それにね、ちょっとこれ見てよ。この電話機、線が抜けてるでしょ。はあ、電話線、どういうことだよ。お父さんがね、間違えて1ヶ月も早く電話を解約しちゃったの。引っ越しより1ヶ月も早く。だから誰とも連絡取れなくなって。マジで避けられてたわけじゃなかった。俺の最悪な想像はただの勘違い。はは、あははは、お前んちの親父さんすげえな。もう笑い事じゃないよ。ヒロ君にも心配かけたよね。ほんとごめん。ああ、嫌われたのかと思ってめちゃくちゃ心配した。そんなこと絶対にないよ。ヒロ君と話すの久しぶりだね。そうだな。今までありがとね。2人で行った初詣、すごく楽しかったよ。短い間だったけど、ヒロ君のこといい思い出にするよ。ええ、いい思い出にする。その言葉の響きはまるで。俺も楽しかった。君のこといい思い出にするよ。ずっと会えなくて、ようやく誤解が解けたばかりだったのに。次の約束も渡せなかった誕生日プレゼントのことも、彼女のいい思い出という言葉に全て遮られた気がして、結局俺はその日何も言えなかった。うつむいたまま、伝えられなかった思いは静かに終わりを迎えた。数日後の夜、カズマから突然電話がかかってきた。明日ルカちゃんの見送り行こうぜ。朝一な。お前時間と場所知ってんの？卒業式の時にバッチリ聞いといた。卒業式の朝、ルカとカズマが話してたのはそういうことか。翌朝、早朝の駅。カズマもシュウもまだ来ていない。すると大きな荷物を持ったルカとお母さんがやってきた。ヒロ君来てくれたの？ああ、カズマに聞いたんだ。そっか、ありがとう。あら、ルカのお友達、朝早くからありがとうね。お母さん、飲み物買ってくるから2人で先に入ってて。改札を抜け、ホームの待合室で2人きりになった。いよいよだな。向こうに着くのお昼くらいになるかな。そっか、向こうでも元気でな。ヒロ君も元気でね。しばらくしてルカのお母さんがニヤニヤしながら戻ってきた。お待たせ。やっぱり彼氏さんでしょ。もうお母さんってば。ヒロ君ごめんね、変なこと言って。ふふ、よかったら向こうでも遊びに来てくださいね。ああ、はい、ありがとうございます。そうこうしているうちに出発の時間になってしまった。3人でホームに向かう。俺は最後まで君の大きなカバンを持つ。お母さんはそそくさと列車に乗り込む。君は少しためらうように列車に乗り込む。君に大きなカバンを渡す。向こうに行っても体に気をつけてな。ありがとう。構内のアナウンスがドアが閉まることを知らせる。ヒロ君も体に気をつけてお仕事頑張ってね。
またいつか会えるよな。列車のドアが静かに閉まる。窓の向こう、君の顔が見える。君の涙が頬を伝わっている。俺も涙をこらえきれなかった。列車がゆっくりと動き出す。お互いに泣きながら見えなくなるまで手を振り続けた。君を乗せた列車が小さく消えていく。重い足取りで駅を出ようとしたその時だった。駅を出ようとしたところにカズマとシュウに出会った。おいカズマ、お前自分で言っておいて結局遅刻かよ。悪い悪い、寝坊した。シュウも時間知っててなんで遅刻したんだ。カズマが迎えに来るって言ってたから待ってたんだけど。まあまあ、そんなことよりラーメン食いかね。こうして俺たちの高校生活は幕を閉じた。高校を卒業して数年が経った。スマホで誰とでも一瞬でつながれる時代。世界は前に進んでいる。なのに俺の中の時計だけはあの卒業式の朝から止まったままだ。カズマもシュウも、そして俺もそれぞれの場所で社会人として理不尽な現実に揉まれながらもなんとか必死に働いて生きている。お疲れ、乾杯。乾杯。乾杯。いやもう限界。今日さ、客先に出す大事な提案資料完璧に仕上げたのに、ここのフォントが気に入らないって1時間説教だぜ。フォント、内容じゃなくてフォント、何でもいいだろ。待て、客に出す資料だろ。お前何のフォント使ったんだよ。で、親しみやすさをアピールしようと思って。創英角ポップ体。怒られて当然だろ。お前が 100% 悪い。ビジネス文書でポップ体は。カズマ、さすがにそれは擁護できないよ。目立っていいじゃんか。少しは慰めろよお前ら。でも理不尽な環境はわかるな。うちの部署まだファックスだし。ファックス、生きてたんだファックス。システム改善を提案したら前例がないって却下されて、30分かけて論理的に説明したら職場で少し浮いちゃったよ。そりゃ自覚あるのか。ははは。お前ほんと変わんねえな。高校の時も先生に理屈こねて怒られてたろ。カズマだって変わってないよ。先生のモノマネして補導されたのに、今は会社で説教されてるんだから。あれは俺の完成度が高すぎたんだ。ヒロだって爆笑してたじゃん。笑ってない。笑ってた、めちゃくちゃ笑ってた。シュ、笑ってたよな。うん、少し笑ってたよ。まあちょっとだけ。ああ、でもさ、俺たちもすっかり大人になっちまったな。最近周りもどんどん結婚してさ、家とかローンの話ばっかでなんか置いてかれてる気分になるわ。他人のペースに惑わされる必要はないんじゃないかな。出たよ週のひもて論理。顔はいいんだから合コン行けって。僕は不確定な恋愛に時間を割くのはちょっと。ほんと両極端だなお前ら。で、ヒロはどうなんだよ。浮いた話ない。即答、せめて3秒くらい考えるふりしろ。即答するときって大体図星なことが多いよね。分析すんな。まだあの子と引きずってんだろ。別に。ほら図星、お前このままだと一生独身のひねくれたおじさんになるぞ。余計なお世話だ。よし決めた。今週末俺が合コン主催。ヒロのリハビリのためだ。いらん。週も強制参加な。なんで僕まで。文句は却下、話は終わり。すいません、生ビールおかわり。こいつらだけは何も変わらない。それが少しだけありがたかった。その週末カズマの強引なセッティングにより俺たちはなぜか合コンに参加させられていた。ソアラちゃんってミステリアスで気になるな。趣味とか何なの？趣味は5次元ポシェットの中身を考察することかな。昨日はもしもタケノコプターのバッテリーがリチウムイオン電池だったらって論文を書き上げたところ。スケールでかいね。ソアラはいつもそんな感じ。でも面白い子なんだよ。ねえ、
シュウ君は趣味とか何なの？趣味か。最近は黎明期のインターネットコミュニティのログを解析して当時のネット文化の変遷をたどるのが面白いかな。テキストサイトとか懐かしいだろ。じゃあ家のパソコンも早くできる。この前お母さんが通販サイトで固まるって怒ってたんだよね。あ、それはメモリか CPU の問題か、あるいはブラウザのキャッシュかも。メモリ CPU 何それ、新しいお菓子。カルーアミルクピッチャーでお待たせしました。んなもん誰が頼むんだよ。私。もうこの席カオスすぎる。ヒロさんってすごく真面目なんですね。今日は楽しいですか？うん、まあ。でもみんな楽しそうだからそれでいいんじゃないか。でもちょっと強引に決められた飲み会だったから、もしヒロさんの都合が悪かったら申し訳ないと思っちゃってて。いや、来たくなかったら無理やり帰ってたから大丈夫だよ。せっかくだしね。あのね、ユイが私の服を合わせてくれたんだよ。褒めて褒めて。私は本当にちょっとだけだから。いいな、ひなたちゃんとゆいちゃんに挟まれて。私の方が先輩だもん。そんな。ヒロってほんとモテモテだよな。そうなの。ヒロ君ってモテるの。ちょっとやめろって。カズマもいい加減落ち着けよ。なんだよ、シュウまで味方してくれないのかよ。あ、ヒロさんの右に日向さんとユイさんがいる。あれはトライアングルコミュニケーションというやつですな。3人が同時に喋って相互理解を目指してるに違いない。ユイ、次は何飲む？私は甘いのが好きだからこれにする。じゃあ私もそれにする。わかった。日向とゆいの分ね。カルーアミルクピッチャーで2つお持ちいたしました。さっきも来なかった。今度は両手で。ここから2時間後。お姉ちゃんって呼んでよ。えへへ、お兄ちゃん。違う、お姉ちゃんだよ。難しいよ。ほら言う練習しよお姉ちゃん。う。違うよ、こうやって指さしながら言うんだよ。ゆいのテンションおかしくなったな。なんか様子が違う気がする。でもまあこういうこともあるか。そしてその日の夜中1時半頃。ねえヒロ、眠くなっちゃった。なあ、シュウもボーリング行かない？ああ、俺はパス。なら私もそろそろ。まあそんな日もあるよな。今日のお礼に駅まで送っていくよ。と言いつつ気づいたらみんなボーリング場にいた。そして全員思いっきり楽しむ。おい、またストライク。すごいすごい。シュート回転にしないとダメだって。ふっふよっしゃ、俺だって負けてられないぜ。カズマさんはどうあがいても60点以上出ない呪いをかけましょう。ひどい。なんでだよ。しょうがないじゃないですか。運命なんですよ。でも楽しいからいいじゃん。もっと投げようよ。そうだな。まだまだ夜はこれからだぞ。こんな感じで盛り上がっていた。深夜、俺の部屋。激しいゲームオンと3人の声が響く。先日発売された格ゲーの最新作デビルストライカー3。それを口実に上がり込んできた親友2人と深夜までバカ騒ぎをしている。食らいやがれ、必殺デビルクラッシュ。はい、残念。全部読んでるって。嘘だろ。今の絶対入っただろ。なんで新作はこんなガード勝てんだよ。お前がアップデートされていないだけだ。発生フレームが遅くなっている。くっそ、無印の時は最強のハメ技だったのに。あはは。お前高校の文化祭の時もそればっかやってたよな。山田電機の体験版だ。めちゃくちゃやり込んだぜ。ああ、あの時からお前のガードの甘さは全く成長していない。過去のデータ引っ張り出してくんな。じゃあ俺の代わりにやれよ。断る。お前の負けを見ている方が有益なデータになる。データ
俺はデータか。はい終わり。俺の勝ち。嘘だろ王。もう一回、絶対もう一回。お前さっきから同じことしか言ってないぞ。こういう時間だけは余計なことを考えずに済んだ。しばらく後、ゲームを終え3人が缶ビールで一息ついている。プハー、騒いだ。すっきりした。お前だけだろすっきりしてんの。同意する。2人の視線が俺へ移る。なんだよ。別にヒロ君が最近元気がないなって思ってただけですよ。まあでもさ、そんな新規臭い顔してると彼女の一人もできねえぞ。俺みたいにモテたいなら。自分が彼女いない歴イコール年齢なのを忘れたのか。グてめえ今それ言うな。空気読めよ。力なく笑う。うるせえ。ほっとけ。別に大したことじゃないって。とか言ってまたあの写真見てぼんやりしてたんだろ。俺知ってるぞ。埃まみれのアルバム整理してるの見たしな。あれから何年だ。仕方ないだろ。伝える機会なんてなかったんだから。確かにな。あの引っ越しは唐突だった。まるで嵐のように。柊の冷静な言葉が逆に胸に刺さる。あの日の駅のホームで遠くなっていく背中、振り返ることもなく何も告げずに去ってしまった彼女。カズマは重くなった空気を振り払うように勢いよく立ち上がった。缶ビールを一気に飲み干し、ポンと空き缶をテーブルに置く。そんな締めっぽい話はこれでおしまいだ。どうせなら建設的な話しようぜ。ヒロの恋愛市場価値とかさ。誰がお前に恋愛市場価値判定されたいと思うんだよ。いやいや、結構需要あるぞ。お前みたいなイケメンで頭脳派タイプは。論理的根拠がない主張はやめておけ。うっせえわ柊。お前こそ需要ゼロだろ。ふん。とにかくだな。カズマは再び俺の方を向いて真剣なようで言ってどこか茶化すような表情を作った。もし吹っ切れたらちゃんと報告しろよ。合コンならいつでも企画してやるし。お前好みの清楚系とかギャル系とかタイプ別に揃えてやれるぜ。カズマ、俺は呆れたような、それでいて少しだけ救われたような複雑な表情を浮かべた。柊は目を伏せて小さくため息をつく。カズマの軽率な発言にも俺への思いやりが見え隠れしていることに気づいていたが、あえて何も言わなかった。休日の昼下がり、窓の隙間から入り込む秋風の冷たさと部屋を満たす静寂がどうしようもなく息苦しかった。ふとした瞬間にどうしても君の面影を探してしまう自分に気づいてから、一人でいる時間がやけに長く感じる。朝目が覚めて無機質な天井を見ていたら、なんだか息が詰まりそうで、だからじっとしていられなくてあてもなく車を走らせた。行き先はどこでもよかった。コインパーキングに車を止めて歩いていく。石畳の坂道、古い家並み、潮風が吹き抜けていく。古びた石畳が続いていて、両側に小さな家が並んでいる。路地の奥で猫が一匹こちらを一別して消えていった。すれ違う人たちは皆誰かと一緒だった。家族連れ、カップル、友人同士らしい女の子たち、誰もが当たり前みたいに誰かの隣で笑い合っている。俺だけが一人だった。立ち止まって静かに海を眺める。ここには来たことがなかった。でもどこかで見覚えがある気がした。いや、本当は当てなんて最初からあったんだと思う。高校の頃、放課後の教室、ルカが雑誌の切り抜きを見せていった。ここ絶対いつか行きたい。石畳の坂道があってさ、海が見えるカフェがあって、猫がいっぱいいるんだって。桜の季節か紅葉の季節に絶対行ってみたいな。目を輝かせて話す君の顔が今も鮮明に脳裏に浮かぶ。一緒に行こうよヒロも。そう言ったあいつに俺はいいなとか行こうぜ
とか、そんなことを当たり前みたいに笑いながら返したはずだ。それがあの日最後になるなんて思わずに、カズマもシュウもそれぞれに社会の波に揉まれ前に進んでいる。なのに俺の中の時計だけはずっとあの別れの日の朝から1秒も進んでいない。連絡すら取れないまま迎えたあの卒業式の朝、俺は君への誕生日プレゼントを用意することすらできなかった。いざルカを目の前にしても気の利いた言葉一つ出てこなかった。手ぶらでただ突っ立って君を見送るしかできなかった。分かってる、全部分かってる。でももう遅いんだ。冷たい海風が右手をすり抜けていく空っぽの手だ。あの朝からずっと俺の右手は何もつかめないまま空っぽのままだ。あの頃の俺たちにはどうすることもできなかった。それでも考えてしまうんだ。どうすれば今もこの町に二人でいられたんだろうって。どうすればあの石畳の坂を一緒に歩いていけたのかな。長い沈黙、波の音だけが静かに響く。どのくらいそこに立っていたんだろう。日が少し傾き、風が冷たくなっていた。コロコロと乾いた音が響く。不意に俺の足元へ白くて丸いものが転がってきた。子供の遊びこぼした少し日に焼けた野球ボール。ゆっくりとしゃがみボールを拾い上げる。顔を上げると少し先に小さな男の子が立っていた。罰が悪そうに肩をすくめてこちらを見ている。かわいいやつだ。手首を返し子供に向かって軽く投げ返す。何でもない、ただそれだけのことだ。なのにボールを手放した瞬間、手のひらが少しだけ軽くなった。この空っぽの手がやっと何かを渡せた気がした。小さく息を吐き出したその直後、ナイスコントロール。会社の旅行で訪れた秋晴れの美しい観光地。鮮やかに色づく景色の中で私の目だけがずっと遠い日の残像を追いかけていた。いつかなくした何かのかけらを今もどこかで探している。足元に転がってきたボールを拾い子供に手渡す一人の男性。その何気ない仕草を見つめていたら、あやふやだった世界の輪郭が不意に鮮明な現実として私の前に立ち上がった。導かれるように言葉を交わすと、彼は一人でこの秋空を眺めに来たのだという。高く澄んだ秋空の話をしていると上司に呼ばれました。もっと話がしたい。でも勇気が出ない。そう思っていると彼の方から声をかけてくれました。あ、ちょっと待って。もう少し話がしたい。メアドを教えてもらってもいい？驚きと嬉しさで心臓が大きく跳ねました。いいよ。こうして彼とのメールのやり取りが始まりました。いつも他愛ない雑談ばかり。でもその時間がとても大切でした。メールを繰り返すうちにもっと彼のことを知りたくなりました。でも聞けないことが一つだけありました。彼に特別な人がいるかどうか。メールを始めてから数ヶ月過ぎた12月の下旬。こんなに遅くまでメールしていたら彼女さんに怒られるかな。俺に彼女なんていないよ。電話してもいい？ドキドキしながら返事を打ちました。緊張で気の利いた言葉なんて出てきませんでした。電話待ってる。震える手で携帯を握りしめているとコールが鳴りました。もしもし、ヒロです。はい。さっきのメールだったんだけど、俺マジで彼女とかいないし、そっちこそ彼氏に怒られるんじゃないの？私だって彼氏いたらこんなにたくさんメールしてないよ。冬休みにそっちに行ってもいい？来てくれるの？行く、絶対。ありがとう。
今から楽しみ。短い沈黙、探り合うような緊張はふっと解け、お互いの小さな笑い声が心地よく耳元を満たした。年の瀬、彼が私の住む町へ来てくれる日、待ち合わせのコンビニに着くと彼の車が止まっていました。こっちだよ。寒いから早く乗って。すると彼が突然、あのさ、好きです。結婚してください。息が止まりました。いきなりすぎて何が起きたのか分かりませんでした。いや、そのね。沈黙。でも彼の真剣な目は冗談を言っているようには見えませんでした。ずっと夢見ていた言葉でした。涙が溢れてきました。こんな私で本当にいいの？また会えただけで十分だと思ってたのに。はい、お願いします。私は落ち着き、涙を拭いながら少し笑う。ねえ、付き合う前にプロポーズするんだね。順番飛ばしてるよ。ごめん。完全にテンパっちゃって。じゃあ、何？俺と付き合って、それで結婚して。また泣きそうになりつつも笑いながら。まとめないでよ。どう言えばいい？私は笑いながら。もういいよ。両方受け取る。しばらく二人笑って穏やかな時間が流れる。私の家に来ない？もしかして実家？もしかしなくてもお父さんお母さんにご挨拶。ヒロくんなら大丈夫だよ。きっとお父さんもお母さんも喜ぶよ。そして私の実家へ向かい、両親に紹介することになりました。玄関を開けると母がいました。母は彼の顔を見て少しだけ首をかしげました。おかえり。今日は帰らないんじゃ。あら、おかえり。えへへ、彼氏連れてきちゃった。私、彼と結婚するから。お前は気に入らん。帰れ。なんで？今会ったばかりの人だよ。まあ冗談だ。娘を持つ父親だから一度行ってみたかったんだ。最初は心臓が止まるかと思ったけど、結局その後は大歓迎モード。彼の人懐っこくて誠実なところ、お父さんもお母さんもすっかり気に入ってくれたみたい。それから少し経った2月、今度は私が彼の町へ行きました。彼のご両親にも温かく迎えてもらいました。その日の夜、食事の時間に彼が切り出しました。実は家買おうと思っているんだけど。いきなり家？新婚早々借金もなんか嫌だな。賃貸で家賃を払い続けるくらいなら、同じくらいの支払いで自分の家になるんだ。いいけど本当に見に行くだけだからね。まだ買うって決めたわけじゃないんだから。はいはい、分かってるよ。ちゃんと見てからじっくり判断していいからさ。次の日の朝、彼の助手席に乗ってその家を見に行きました。物件の前に車を止めました。その家を見て私は言葉を失いました。ここって？そうだよ。なんで？なかなかいい家だろ。そういうことじゃなくて、この前ここを通りかかった時に売りに出されてるのが目に留まってね。だからそういうことじゃなくって。そうだよ。この家、ずいぶん前に君が出て行った家。君が生まれて18まで育った家。君と君の家族の思い出がいっぱい詰まった家。あの時はお父さんの事情で出ていかなくちゃなんなかったけどさ、今度はこの家で君とたくさん楽しい思い出でいっぱいにしたいんだ。そう、あの日再会した彼女こそ俺がずっと忘れられなかった君、ルカだったんだ。
私の家、私が生まれ育った家、買い戻してくれるの？君さえ良ければ。家の中に入ると彼女は思い出を一つ一つ噛みしめているようだ。この壁の落書き、まだ残ってたんだ。昔ね、一度だけ当時好きだった人この部屋に入れたことあるんだよ。嫉妬する？しないよ。前に一度だけこの部屋は入ったことあるから。へへへ。あ、そうだ。そこの押し入れ開けて棚に登ってみて。言われるまま押し入れの棚に登ってみる。天井の板が外れ、屋根裏からほこりまみれのノートを見つけた。これ何？私の思い出、私の高校時代の日記なの。特にね、3年生になってからはほとんどヒロくんのことばかり書いていたんだよ。もう一生見ることがないと思ってたんだ。何書いてたの？見せてよ。ダメ、絶対見せられない。いいじゃん、ちょっとだけ。減るもんじゃないし。恥ずかしくて死んじゃう。没収。慌てて封筒を抱きしめるルカ。その顔は少し赤くなっていた。照れる彼女を見つめながら、俺はゆっくりと口を開いた。どう？気に入った？この家が新居だね。そうだよ。それにね、この家が君へのプレゼント。高校時代に君から誕生日プレゼントもらっていたのに俺からは渡せなかったから。ずいぶんかかったけど俺からの誕生日プレゼント。覚えててくれたの？ありがとう。これが2月24日のことでした。季節は巡り、日差しがすっかり暖かくなった頃、桜の花びらが舞うこの駅のホームにもうすぐ彼女が帰ってくる。ずいぶん前、君がここから遠い遠い町へ旅立っていった。今度はあの時と真逆だ。春の風と一緒にゆっくりと列車が滑り込んでくる。おかえり。ただいま。列車から降りた彼女。気がついたら彼女を抱きしめていた。周りの乗り降りする客の目も気にしないで。こうして俺たちは晴れて夫婦になった。そして現在、柊と一馬、そして高校時代のクラスメートで柊の奥さんになった。楓も呼んで新居でパーティーを開いた。あれ、ここって。楓が気づいたようだ。みんな驚けよ。いらっしゃい。ようこそ。もしかしてルカちゃん。驚いた。みんなには黙ってたけど、俺たち結婚したんだ。どういうこと？わけわからん。この家って昔ルカちゃん住んでた家だよね。ヒロくんが買い戻してくれた。じっくり話聞かせてもらおうじゃないか。ふふ、今日はみんな朝まで帰さないよ。その後は皆で酒を飲みながら、半年ほど前に君と再会したこと、年末にプロポーズしたこと、家を買った時のこと、二人の馴れ初めなんかを話していた。みんなの反応は、まさか俺とルカが一緒になるとは思わなかった。俺は一生結婚できないと思っていた。ルカには俺はもったいない、などなど。散々な言われようだったけど、皆は心から祝福してくれた。そういえば高校の引っ越しの時、駅でお母さんに会ってるよな。挨拶の時気づかれなかったのか？すぐ言われたよ。あ、お見送りに来てくれた時の子よねって。なんだよそれ。最初から完全にお母さん公認だったってことじゃん。てか俺だけ独り身じゃねえか。抜け駆けはずるいぞヒロ。抜け駆けってなんだよ。お前も早くいい人見つけろって。カズマったら相変わらずだね。ねえねえ、カズマくんのぼやきはとりあえず置いといて。扱い雑じゃねえ。置いとくなよ。私、二人の馴れ初めも直接聞きたいな。ヒロくんから聞いてびっくりしたんだよ。僕たちの話、ちょっと待って、心の準備が。騒がしくて温かい仲間たちの声。少し遠回りしたけれど、今度こそこの家はたくさんの楽しい思い出で満たされていく。
明日私はこの町を離れる。ただ一つだけ伝えそびれたことがある。言葉にしようとするたびにうまく形にならなかったから。だからここに置いていく。この日記と一緒に鍵もかけずに、どうかあの人の毎日にたくさんの幸せが降りますように。これから続く長い道が春の日だまりみたいに暖かく優しいものでありますように。私も遠く離れた別の空の下で前を向いて歩いていこうと思う。舞い散る桜の向こう側でいつかまた笑える日が来ると信じて